皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画を撮影してから10日間ほど経ったところです。時は7月下旬の2日間です。撮影を行った時の天気は2日とも曇っていました。撮影は2日とも昼下がりに行いましたが、その時の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計でともに25度にまで上がりました。一応夏日の気温ですが、同じ日に各地で40度超えのニュースが流れる中では、実に申し訳ない涼しさです。前回の動画で私、この地方で夏の主な蜜源植物であるオオハンゴンソウで、つぼみがすでに出始めたと言いました。今年は春のクローバー蜜が不作だったので、夏のオオハンゴンソウ蜜でなんとか挽回したいところです。それから10日経った今回の撮影の時には、早くもオオハンゴンソウの開花が始まりました。今回はそこでオオハンゴンソウの話題を中心にお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。オオハンゴンソウは特定外来植物の指定を受けていて、駆除の対象になっているのですが、この地域ではすでに広範に蔓延していて、その蔓延のレベルはもはや駆除するのは不可能なレベルに達していると思います。地下茎と種子で繁殖するオオハンゴンソウはとにかく繁殖力が強くて、養蜂場周辺の草原を見渡してみても、ここ数年間にオオハンゴンソウが優先種となる範囲の面積が急速に拡大していることは明らかです。こうやって在来種を圧迫して地域の固有の自然環境を壊すのは困ったことなのかもしれませんが、すでにあるものを利用しない手はありません。そこで私たちは夏場の貴重な蜜源植物としてオオハンゴンソウをありがたく利用させていただいているところです。オオハンゴンソウ蜜はどこかシトラス系の独特の味わいがあります。オオハンゴンソウはキク科の植物です。オオハンゴンソウの花は他のキク科植物と同様に見た目には一輪の花に見えますが、実際には多数の小花が集まった桃状花序です。花の構造は大きく2種類の小花から構成されています。一つは舌状花と呼ばれている部分で、これは外側に並んでいる黄色い花びらのように見える部分です。舌状花の一つ一つが独立した花です。オオハンゴンソウの舌状花は下向きに垂れ下がることが多くて、これが昆虫を引き寄せる役割を担っています。もう一つは桃状花と言われる部分でして、これは真ん中の、上から見ると丸く見える部分にあります。桃状花は花の中央にある緑色、または褐色の円錐状の部分を構成している多数の小さな花です。桃状花は両生花でして、おしべ、めしべ、それから蜜腺を備えています。花の真ん中に多数ある桃状花は、まず外側の花から咲き始めて、そして順番に内側へ向かって開花していきます。オオハンゴンソウの花の蜜は、この桃状花の基部、つまり花の付け根のところにある過蜜腺から分泌されます。一つの桃状花についてみますと、開花するとともに蜜の分泌が始まって、その後数日間、蜜の分泌が続くようです。一つの花がたった数日しか蜜を出さないのかと思われるかもしれませんが、オオハンゴンソウには多くの桃状花がありますし、しかもそれが外側から内側に向かって順番に花を咲かせるので、花序全体で見ると一つの花序でも数週間にわたって蜜を出し続けることになるわけです。この外側から内側へ向かって順番に花が咲くという性質のおかげで、オオハンゴンソウは夏から秋にかけて非常に安定した蜜源植物になるわけです。以上、
黄斑ゴンソウについて長々と説明してきましたが、特定外来生物として世間ではあまり評判の良くないこの植物に、私たちが蜜源として大いに期待している理由はお分かりいただけましたでしょうか。では、蜂たちは実際にせっせと蜜を集め始めているのでしょうか。ところで私、黄斑ゴンソウに蜜を出さない裏の年があるという話を聞いたことがありません。ただ、蜜も水分ですから、雨が少ないという理由や気温が異常に高いという理由から、黄斑ゴンソウに限らず植物が出す蜜が少なくなることはあるでしょう。しかし、今年のこの地方では、これらのいずれにも該当してはいません。今年の7月は、どちらかというと雨が多かったです。また、ご多分に漏れず、確かに温暖な日々が続きましたけれども、異常な高温というほどではありませんでした。そして、先ほど説明したように、黄斑ゴンソウは開花するとともに蜜を分泌し始めます。以上から私たちは現時点でも蜂たちが蜜をすでにたくさん集め始めていると期待しても良いはずです。しかし、近年の自然界の異変の下では何が起こるかわかりません。ですから、こうした順当な期待も裏切られる可能性が全くないとは言い切れません。そこで実際に巣箱の中を覗いてみて、蜂たちの働き具合を確認してみることにしましょう。これから見るコロニーの女王蜂は、この春に誕生したばかりです。まだ若い女王蜂です。彼女は交尾飛行を終えてからここまで精力的に産卵を行ってくれており、そのおかげでこのコロニーでは蜂が急速に増えました。彼女は人間である私の目から見ても容姿端麗な美形の女王蜂だと思います。どの辺にそういうことを感じるのかというと、お腹の部分がスラッと伸びていてスマートです。そしてこういう体型の女王蜂は通常多産だと思います。つまり美しさと生産力がものの見事に一致しているわけです。当初巣板数枚足らずの、規模の割と小さなコロニーだったんですけれども、2ヶ月間で巣板の数が約3倍に増えています。蜂の数もそれとともに増えているわけです。巣箱も当初はもちろん1段だけの巣箱で十分だったのですけれども、途中から継ぎ箱を足して2段の巣箱にしています。2段巣箱の上段と下段との間は、この養蜂場の他の巣箱同様に隔王板で仕切ってあります。そのため下段の巣箱には、蜜もたまりますけれども、女王蜂がいる産卵と育児のために蜂たちによって使われるスペースになります。でまた上段の巣箱ですけれども、こちらの方はもっぱら蜜をためるために使われる貯蜜専用のスペースになります。上段の巣箱に女王蜂は行くことができないので、上段で産卵が行われることはありません。今映像で見ているのが、その上段の巣箱にある巣板の様子です。どうやら順調に蜜がたまり始めているようです。私たちの先ほどの心配は幸いにも取り越し苦労だったようです。すでに蜜の部屋に蓋がつき始めていますから、もう少し期間を置いたならば蜜を絞ることができそうです。そしてこの辺にはまだ蓋がついていない幼虫の巣房があります。つまり女王蜂の産卵も現在進行形で順調に進んでいるようです。春のクローバー蜜の時期にはこうして順調に産卵と育児が進んでいった一方で、蜜がなかなかたまらなかったのです。しかし7月下旬に黄斑ゴンソウ蜜の時期に突入して以降は、産卵育児と貯蜜が同時並行的に進む順調なサイクルが出来上がっているようです。でなお、今回の動画では
一つの群を選んでその状況を紹介することに集中しました。しかし今回内見を行ったその他の群でも同じような傾向を確認することができました。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。なお、これから夏から秋にかけてスズメバチの襲撃が本格化してきます。本シリーズでは今後そうした動きもお伝えしていきますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。で、また高評価や動画のシェアもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。